ウルフハウルハーモニーの拍子と鈴木とギとヒロトです。僕たちウルフハウルハーモニーのポッドキャスト、ウルフトーククラブ第7回がスタートです。はい。いや7回になった。もう7回目。あっという間ですね。早い。じゃん。こうやってね、いややっ早ぱ時間は経つのも早いものですから、ーこうね、今を噛み締めていきましょう。はい、ということで、このポッドキャストを通して、いろんなことを一緒に学んだり、僕たちのことをもっと知ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。い。お願いします。ポッドキャストでこんなことをやってほしいなど、メッセージは X で、ハッシュタグ、マットスピン、ハッシュタグ、WTC、ハッシュタグ、WHH をつけてポストしてください。お願いします。お願いします。さあ、始まりました。ヒロトの勝手にお知らせタイム。最近早いね。なんか早めにやるね。はい。いや、もう早いんですよ。まあ、これがある、もうこれが今来てるってことは、この後に何かあるってことなんですけど、まあ、とりあえずまず言いますね。それヒロトまあが僕たちラブレッドで俺らとハモるときにやっちゃう癖じゃん。僕たちのニュー EP テラが発売中です。各種配信サイトで聞くことができるので、皆さんぜひ聞いてみてください。そして9月から僕たちの初の全国ツアー。これヒロトのレコーディング中の手の癖。2026テラトリップ、全国12都市を回らせていただきます。チケット先行販売中なので皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。今話入ってきたかな。やめたらって。やめたらそれ。詳しくは僕たちの公式ホームページや SNS をチェックよろしくお願いします。お願いします。そして、いよいよアーティストドキュメンタリー番組、クはいラウドドリームプロジェクトいよい by よです G&L デチ、GMMTV 公式 YouTube チャンネル、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。以上、ヒロトの勝手にお知らせタイムでした。ありがとうございます。早い。勝手にだね、本当に。本当に勝手にこうパ勝手にキッと嵐のように去ってありがとうございました。詰めていくのが早くなってる。さあ、じゃあ今日はこんな企画をやっていきますか。はい。何の音かを当てろ。クイズ、ワオー。クイズはおー、なんだこれ何は。それ。つまり僕がはい。和音を弾きます。和音リュウジ君が和音を弾く、和音と和音がってこと。だからピアノでってことはい。でここにね、ピアノがあるんですけど、はい何と何と Yeah. 何の音が鳴ったのか分かったら挙手して教えてください。 Oh yeah. はいはいはい。何と何と何和音ね。基本的には3つの音をはい。 Oh yeah. 押さえます。 What do I? 例えば、これ鳴った瞬間結構。Do I? Oh do I? 例えばれない。だいぶ今待ってた時間あったけど。例えれん。表情固まってたよじゃーん。俺。例えがむずいよね。これみたいな感じでしたね。大体今のってさ、黒鍵入ってた？あ、そっか。ね。それだったらダメなのか。ダメじゃない。全然ダメじゃないんだけど、むずくなるよね、一気に。そうだよ。じゃあ一番最初簡単な方がいいか。土定番。土定番の C。 C ドミソとかね。はいはいはい。うん。例えば、とかはいはいね。はいはい。だからこの辺の定番のはいはい。音。でも、今さ、ドミソって言ってからさ、押してくれたじゃん。うん。あれ C。ドミソじゃん。だから、ドミソだな。みたいな感覚でいくけど、それだけバーン鳴らされても、わからん気がするな。いやだからそういうのを、ってなってるからね。まあちょっと今回改めて、はいはい。まあこう歌を歌うものとして音の基本的なもの、はいそういったものを学んでいけたらいいなとうー、Do I? いうふうに思って、耳鍛えていこうじゃないか。耳鍛えていこうじゃないかというところで、なるほど。ディンドそれではじゃあまずやってみますか。ン。はい。私が今ちょっと見ないでくださいね、こちら。はいはいわかりましたはいはいはい見ないで。わかりました。はい。よし。いきますよ。はい、どうぞやっちゃってください。和音のコードを言えばいいんでしょ？はい。じゃあまず2つからいこうか二つ？な。うん。はいはい。 2音。2音って和音になるの？まあいいや。まいきます。お願いします。もう一回いきます。もう一回お願いします。はい。いや、一緒で多分。なん
なんだよね、鳴ってる音。あいいんじゃないですか。こいつが何か。こいつが何か。この2つが何なの。めちゃくちゃ面白いな。その鳴ってる音はわかりますよ。その絵面がおもろいわ。ソド。はい。マジそういうことです。うわおーマジっすか。ソド。だから拾ってる音はもうみんな合ってんだよ。だよね。そうだからその音の名前がわかんない。辿っていけばいいだけだから。なるほどね。そう。いやでも、ちょっとなんか、ソドでしょ。ちょっともう一回押してみて。ちょっと離れてんなみたいな。そうそうそう。ちょっと離れてんなの感じはあったよ。やはり。ほら。うん。ちょい離れてるなーっていう。うわ、なるほどね。ほらほらほら。うん、離れてるわ。あ、この感覚ね。もういける次。じゃあ次ちょっと増やしてみる。俺苦手だあ、わ。 3ついきますか。行こうか行こうか。行きましょ3つやってみる。オッケでもこれ本当にちょっと耳良くなりそうだな。じゃあ行きます。あ、いいよ。そうやってなんか口に出していくのいいね。奏でていく感じ。ちょっともう一回。ごめんなさい、もう一回。じゃあ、多分音的には。でしょ多分。じゃあバラバラに弾いてみる。はい。もう一回。ー。レファ。レファラ。結構コードっすか、これ。いや、ちょっと待って。シンプルなの。レファラだ、レファラ。ああ、やっうぱ。んおー、すごい。レファ。レファラ。レファラむず。レファまでは。ちょっとこれ俺もやってみたいな。やってよ。やってみますじゃあ誰か、ヒロト言って出題者。俺、あ、じゃあ、鳴らすわすぐやってみてください。これ、はしみつやって4人で当てたらどう？はしみつやって4人で当てたらああ、そうしますおー、あ、いいっすね。オッケー。そうしましょう、じゃあ。あ、確かに。ウルフさんが。はい。新たなウルフさんが。ウルフさんの俺の射程だからよろしく。ウルフさんの射程。俺の射程だからよろしく。でも見た目的には可愛いのつけてる。かわいいですね。見た目的にはウルフさんよりウルフで。うるせえな。可愛い。これいいな。ちょっと。はい、じゃあやってみますか。オッケーはい4人でちょっとお願いします。ガチでこれは。これ、すごい定番な響きの音したよね。ドミソ。あ、マジでもう少しで分かったこれ音は軽くない？俺もでも分かった。もうドメジャーな音じゃない？出てきてた。いやくそー、もう一回行かせてください。やるな、なかなか。空気、やるな。まあ、歌手なんドで。レミファ、ドレミファソ。でもちょっと見てたろ、ニットボから。見てないっす、見てないっす。やったっすかマジでいやいや、見てない。何も見えないから。やったっすか。やったね。やったね。そういうとこあるだろう。そういうとこあるな、やっぱ。本当に見てないから。もう一回よし。はい。一個ずつやって、一個ずつ。おろろーってやって。お、高い。レファ。レファシ、レファシ。扉。俺、レファシ。ドミラシャーレファシ。レファ。あ、でもちょっとやっぱ C はちょっと遠いんだ。これ、リョウジが決めてくれると思ってたよ。俺ありがとうございます。うんうん。兄貴。はい、ということで以上、クイズワオンでした。はい。いや、楽しかった、これ。おもろいね。ワオン。訓練したいね。普段コーラスの練習とかはどういう風にやってるのっていうコーラスは質でも、問というか来てますけど、それこそなんかあれだよね、おのおの好
それぞれ自分のラインを入れて、そこから合わせていくっていう感じだよね。まず自分のライン入れるところからって感じですよね。そうだね。でも結構りょうじくんとかすーくんがすごいやっぱりもともとね、ディープスクワットでめちゃくちゃやっぱ鍛えられてた分すごいやっぱ耳とかすごい敏感なんで、ちょっと外れてたり誰か外れてたらすぐ教えてくれて、音とかねすごい教えてくれたりするんで、すごいやっぱ頼もしいですよね、僕としては。全然ですよ。嬉しいですね。なんかそういうの普段あまり言ってくれないから。いやまあ照れくさいのもあるんでねちょっとね。照れくさいんだはいいやでも本当に思ってますねこれは。あります。逆にでもさ、その逆にって言っちゃって申し訳ないんだけどさ、そういうなんかね、僕らもさいろいろコーラスレッスンとかを散々受けてきたわけですよ。でまあ慣れない中でやってきたっていう経験もあるんですけど、それと一緒にやってさ、それができちゃってるのが俺はすごいと思うけどね。いやね、いやいやいや使うの早いじゃん。早い二人ともめっちゃ。すげえそこはいいなと思うけど、それこそコーラスとかマジマジっすかできなかったもん最初。本当にできなかった。もうコーラスをずっと練習してて、なんかもうメインの音わからなくなっちゃうみたいな。あわけわかんなくなっちゃってみたいあるよね。な。のあったなめっちゃ。確かにね。かっこいいラインとかもあるっすからね。そうなのよ。だからなんこのラかインやべえみたいなね。自分たちの声で合わせて練習してるって感じはあるよね。いつも、そうですね。そうだね。アカペラのコーラスラインとかもそうだし、あとウルフ楽曲の中でもところどころでこうコーラス散りばめられてたりするから、そうなんですよね。そういうところはリハーサルでちょっとでも気になったらみんなで言い合うようにしてるかな。割と特殊だよね、多分その僕らのグループのリハーサルってそうだね。動きとか、まあ歌っていうかボーカルのチェックもあったりするけど、こうコーラスのチェックみたいなところもまたちょっと4人のグループではすごく大事なことでもあるから、そこは結構特別にしっかり時間を使ってますね。歌だけのリハーサルとかもあったりするから。そうだね。ですかね。うん。はい。なんかあります？他にお話ししたりないこととか、まあ声のことについてもそうだし。そうだし、はいはいはい。低い音高い音どこまで出るって書いてあるんだけど、あれ僕ちなみにディープスクワットの時にコーラスやってた時一番下のパートやってたんですよ。一番ロー。確かに。それ一番下初めて知る人多いんじゃない？低い声出る。そうそう、だから意外と俺って多分声高めのイメージが多分ある人が多いと思うんですけど、多分領事だと思ってる人いっぱいいると思うわ。だからもちろん上行くこともあったんだけど、一番下行ってたんですよ俺。っていうのも言ってた。その一番低い声が出たっていうね。そうそうそうすごいよ。音域が広いっていう。レンジ。低い声よだから多分ディープスクワットをやってた中で一番低かった曲とかはちょっと多分空と久々かに聞きたいな。ディープさん空あるじゃん、はのハモリとかめっちゃ低かったの。本当にえ俺笑っちゃうぐらい低かったの最初。へこの空の下で巡り合う奇跡、見上げた虹の向こう会いに行くからこの声が届くまで、ここまで落ちてくる。すげえ。バカ低いね。この声が届くまですごいな。続けるよみたいな。もうなんか地すごいっ面にす刺さってたよ今。すごい低いな。みたいないう結構低いところまでこう、落ちていくやつ。もっと低かった気がするな。もっと低かったと思う。みたいなすごいぐらいまで落とす音も全然やってたりもしたから、低い音もねすごい。頑張って練習しました。絶そんな対出ないわ。低い音は出ません。逆に高い音で言うとギーちゃんの伸びしろ半端じゃない。半端じゃないね。ね多分どこまででも出るんだろうなっていう感じはするよ日によりね。日によるんだ。出るときは。でも、あんま、逆にね、めちゃくちゃ低い音とか出るけど。ふざけてやるやつ。ギーちゃんも低いのめっちゃ出るもんね。なんかデスボイスみたいなデスボイスみたいな声出せたりもするから。あれってさ低いに入るの？
なんだろうね。なんか俺めっちゃそこ疑問に思ってんの。いや、まあデスボイス俺も疑問に思ってる。多多分分君の場合あれですよね。ここまで普通の人が出る低音で、急にここ X もんね。間なくだからそれこそ絶対音感ある人が鍵盤の位置で言ったらここだよっていうところで押したら低い位置にあるのかもしれないし、ちょっとやってみて、その。ないですね。でもこういやこれ鳴ってる音としてはこの辺じゃん。デスボイスだね。もっと下げないとないわ。みたいな声出してたから。意外と低いところってなんか伸ばせるようで伸ばしづらかったりするからむずいんだよね。なんかシムさんとか好きだったの俺昔。シムさん。そう。歌手。ああはいはい。あれおい、今進撃の巨人とか。あれかと思ったタイのスタッフのシムさん。あ、違う。進撃の巨人とか。はいはいあれで、バンドさんですね。もうめっちゃ好きやったから。デスボイスそれこそ。そう。で、小学校の時に、こういう声ふざけてやってたら、なんかこれはできるようすごいね、それもそれで。になった。そう。すごいけどな、そっちできるようになるのが。僕とかもちょっとやってみていいですか？何を？どうですかね？ゲップ違う、声がちっちゃいね。いやもう声よりも顔の方が気になっちゃって今。でも一瞬めっちゃ低いの出てる。めっちゃでも、はいはい。すごいよね。ヒロト史上一番低い声。そうですね。ここ一番低いですね。いいね。ヒロトはね、扁桃腺を取ってるから、そうですね。声もね高いんだよね。そうなんですよね。もう女の子ぐらい高かったんで、本当に小学生とか。へー小学生の頃はみんなそうじゃん。で、中学生行って声変わりするかなと思ったら、僕だけ同じトーンでずっと喋ってるんで、すごいね、喉仏とか出てる友達とかすごい羨ましかったんですよ。声変わりが遅かったんか。遅かったっす。なるほどね。確かに喉仏が全然、確かに弱めかもね。うん、すごい憧れてたんですよ、こういう歌っていうのはね。結構あるよ。うん。ある。でもかっこいいっすね。なんだろう、キラキラ声。やっぱこの喉仏がないからこその、クリスタルボイス。キラキラ声だしスー、さんめっちゃあるもん。俺もめっちゃある。いいっすね。マジで。人並み。人並み。意外と人並み。でっかい喉仏があるから。はい、そんな今回のポッドキャストはここまでです。僕たちのポッドキャストは毎週土曜日夜9時に新しいエピソードを配信。Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、ラジコのポッドキャストで聞くことができます。さらに YouTube でも配信していますので、皆さんお楽しみに。お楽しみに。お楽しみに。それではまた来週。バイバイ。